はい、こんにちは。こんにちは。スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さんに、今日もお越しいただきました。松山です。よろしくお願いします。はい、お越しいただきましたというかですね、はい、今日は松山さんにこちらに呼んでいただいて、はい、新宿にありますジャンキースペシャル、はいに来ております。2階のイベント会場ですね。イベント会場で、はい、なぜかというと、はい、2024年ですね。はい。辰年の、はい、としてのそのイベントといいますか、はい、スーベニアジャケットドラゴンというタイトルでですね、はい、こちらで開催されてるんですよね。はい。見る限り竜のもそうなんです。のがいっぱいありますが、これはどういうイベントなんですか。こちらはですね、そのドラゴンですね、竜のそのヴィンテージのスカジャンっていうのをこう展示されてるんですよね。これが、はい、ヴィンテージがそうなんです。皆さんね、すごいですよ、ヴィンテージのスカジャン。映像でこうやって見ていただいてもすごいのは分かると思うんですが、はい、ここ来ると、むちゃくちゃ近くで体感できます。はい、この刺繍のね、運針じっくり見れちゃうんで迫力満点ですね。すごいですね、はい、結構ね、いろんなところに飾ってあって、今映ってるのここだけですけど、ね、あっちにもこっちにももうぐるっと全て竜のスカジャンが飾られてるんですよね。はい、であとそのヴィンテージのスカジャンと、それとこちら、いわゆる紋紙ですよね、も展示されてるんですよ。こちらどういうものかというとですね、その和紙に柿渋を染み込ませて、和紙に柿渋を染み込ませた、でそこを彫刻刀でこう切って切り絵みたいなものをこう作るんですけど、でですね、これは何かと申しますと、その同じ刺繍をするという、そのガイドといいますか、その大きさであったりとか、そのこの花はどことか、こちら竜の紋紙になるんですけども、竜がいますもんね。竜と富士山と桜。でこれをですね、その刺繍をする生地の上に乗せますよね。で乗せて、そこに亜鉛化という白い粉をにかわで溶いて、それをハケで塗るんですよ。で塗ってこれをパコッと外すと、この点々のところが白い粉が残って、それをガイドとして刺繍する。ですからこちらはもうそういった当時から作ってたその工場といいますか、その携わった人にしかこれはないんですよね。そうです。古着屋さんでは買えないものですよね。これは売ってません。そうですよね。これ自体古いもの。もちろんです。これはもう50年代、中期、初期から中期でしょうね。実際にテーラー東洋というか、その前身の交渉商会なんかが使ってたものなんですか。そういうことです。そういうことです。すごい、やっぱオリジンはちゃんと持ってますね。もちろんこれはもう捨てちゃダメですね。ちゃんとこれも芸術品ですから。でこれは竜なんですけど、こちらの会場にはですね、ドクロであったりとか、本当に珍しいマップなんかもありますしね。いろんなのが見れる。これは本当に古着屋さんでは絶対ないので、この会場でしか見れないですね。素晴らしいものです。そうやってね、説明を聞いてから見ると、またちょっと違った感覚で見れるんでね。ちょっとそのハケで亜鉛化、さっき言ってた亜鉛化、その粉のちょっと残りとかもありますからね。そういったところが生々しく見れるんですよね。それとヴィンテージあり、この紋紙があり、あとこのイベントっていうと何がありますか。実はですね、その2024年の新作、これからその納品されていくものですね、それのそのサンプルといいますか、ものが実はここにあるんですよ。もうね、この動画でもクラッチマン TV の中でも龍地獄って松山さんずっと言ってきた、その龍地獄の新作が実はこちらに展示されてまして、で試着もできちゃったりするんですよね。じゃあサイズバリエーションもあったりするんですか。もちろんです。もうサイズも揃ってるので、試着していただいて、そのちょっとワクワクちょっとドキドキ待っていていただきたいなと思って。そうですよね。動画を見てちょっと気になってた方、ぜひここで袖を通してみて、そうなんです。また悩んでもらうっていう。それができる。でその元になっているそのヴィンテージを見れますし、すごい。そうですよね。そのヴィンテージが上にあって、ここですか。そうです。こちらですね。ここが新作ラック。そうです。そういうことです。新作もあって、サイズも確認でき、最高じゃないですか。素晴らしいイベントですね。2024年辰年龍地獄。もうね、いっぱい紹介していただいて、今2着で4着紹介させていただいたと思うんですけども、今日は特別にもう1着持ってきたんですよね。まだあるんですね。これなんですよ。またこれちょっと変わった竜だ。
こちらに特別に持ってきてるんですけども、こちらですね。はい。このゴールドの竜ですね。はい。眉毛とかがすごい特徴のある眉毛して、しかもこれエイジングなので、こうなんていうんですか、このやっぱり濃淡っていうのが出てるんですよね。確かにこの、そうか、ここが裾とお腹のあたりと全然色味が違いますもんね。そうなんですね。なんかこう紫がかっている。ナスコンと言いますか。焼けるとやっぱこういうイメージ。そうですね。経年変化で、70年の経年変化っていうのを証言してますからね。しかも見てください、この変わった構図。ねえ、あんまり見たことない。確かにいろいろ理由ありますけど。でもちろんこちらもヴィンテージがこれ展示されてます。ここにあるわけですね。そうです。でヴィンテージは黒ベースなんですけど、これは一応ネイビーベースで復刻させていただいてるんですけどね。しかもですね、これ何が変わっているかと言いますと、普通竜ってめちゃめちゃ長くて、こうなんか雲に隠れたりとかして、全身映っている竜ってなかなか少ないじゃないですか。確かにこうヴィンテージ見てても頭だけとかね。そうなんですね。こうなんかどれだけでかいかっていうのを想像させるようなアングルが多いんですけど、これはバッチリ全身が映ってるんですよね。確かに尻尾まで。こう言われてみればその通りですね。そうなんです。で、こう前足って言っちゃっていいのか分かんないですけど、手と言いますか前足と後ろ足すべてこうちゃんと刺繍されてまして、こう上にこう駆け上がっていくような、昇竜というよりこう駆け上がると言いますかね。なんか縁起良さそうな。そうなんです。絵柄ですね。それは。でしかもこれ顔見てください。すごい笑顔なんですよね。スマイルです。確かにちょっとファニーな印象にはなりますね。めでたいですよね。めでたい。しかもこの周りのカラフルな色糸、竜自身もカラフルな色糸なんですけど、すごいこうなんかおめでたい感じがしませんか。確かに桜とかもちゃんとあったりとか、これは雲なんですかね。そうですね。渦巻いてるのは雲ですね。雲と桜。それを黄色とかピンクとかで表現されてるんですよね。この緑の竜っていうのもこうこれは黄緑の顔がありますけど。黄色とか白のイメージがすごい強いんで珍しいですよね。これそうですね。これはもうなんて表現、エメラルドグリーンっていうんですかね。すごい鮮やかなグリーンですよね。すごい珍しいものなんですよ。もうこの辺の色味だったりこのグリーンの鮮やかさだったりっていうのはやっぱりヴィンテージがそういうことになってる。そういうことです。そういうことです。こちらベースがネイビーなんですけど、リブがグリーンなんですよね。これ珍しい組み合わせですね。確かに。ただこれはこの竜がグリーンなのでそれに合わせて統一感を持たせてます。グリーンと黄色も入ってますけど、グリーンと黄色で取ってるわけですね。バッチリ合っちゃってますね。そういうことなんですね。トータル的にも。確かに確かに。袖なんかもねすごくいいですよ。このそうですよね。ネイビーにこのグリーンのリブっていうのが可愛いんですよね。気になるのはスカジャンといえばリバーシブルですよね。反対面をいいですか。やっちゃって。じゃあちょっといいですよこれ。いいですか。お願いします。こちらなんですよね。今度は裏側はですね。綺麗な色だ。グリーンなんですよ。グリーンのエイジングはよりこの濃淡の差が強いですね。しかもさっきのリブの話の流れでいきますと、これはグリーンなのにリブがネイビーなんですよ。ああ本当だ。だからということは普通だとそのベースの色とリブの色を合わせると、実はリブ間違えて裏返し間違えたんじゃないかと思うじゃないですか。実はヴィンテージってすごいそういうパターンが多いんですよ。あえて逆につけてるんですよね。おそらくやっぱそれもなんですか米兵にちゃんとこうバリエーションとしてこう見てもらうようにっていろいろ試行錯誤した上での結果だと思うんですよね。それは実はヴィンテージに多く見られるんですよね。だからあえてこちらもやってます。まとめすぎず、ずれすぎずみたいな。そうなんです。そうなんです。胸はトラス。ということは後ろは何ですか。気になる背中はですね。これもすごい構図なんですよ。こっちにも竜がいる。これですね。虎にですよ。竜がぐるぐる巻きついちゃって、どうですかこの。これ戦ってるわけですね。虎と竜が。でも竜と虎が同じ大きさっていうのもすごくないですか。確かにそういうことなんだみたいな。ただでもそこが素晴らしいところなんですよ。やっぱり想像つかないですもんね。虎はもう本当にすごい表情がなんかこう
助けてくれと吠えてるような顔してるし。いや助けてじゃないですね。違う？いやもうやったるぞっていう顔なんですねこれは。別れても関係ねえぜみたいな感じじゃないですか。しかもですよこれぐるっと巻いた後に一回富士山通ってるんですよ。確かすごい虎がでかいわけだ。いや虎がでかいのか竜が長すぎるのか分かんないですけど、でもそこがやっぱ魅力ですよね。面白いこと。本当に面白いです。こっちの竜も尻尾までやっぱり映ってるんですね。まあ富士山で隠れてはいる。ここでこう回ってるわけですね。そうなんですよ。でその竜とその虎の間にこの稲妻みたいな赤いこの激戦のそのなんと雰囲気を出してるんです。すごいかっこよくないですか。俺めちゃこの刺繍大好きなんですよね。いやこんな図柄僕はあんまり記憶にないです。でしかもですねここでめちゃめちゃ怖い顔してるかと思ったら虎も竜も結構可愛い顔してるんですよ。竜の目が可愛いですね。可愛いっす。私こういうの大好きなんですよね。こういうのは本当ヴィンテージでしかもう見受けられないものですね。なんかでもこれすごい色使いも刺繍の色使いもこの地のねグラデーション感エイジングのとこの袖のこのこれなんつったらいいですか、ベージュみたいなゴールド、シャンパンゴールドですね。シャンパンゴールドか。全部がなんかすごい綺麗にまとまってて、先ほどのリブの話なんか妙に納得がいきます。もうすべてにおいてパーフェクトなんですこれは。いや色味しかもエイジング最高っすよね。両面最高です。これは綺麗だ。なんか本当に古着見てるみたいな。ありがとうございます。刺繍の色もそうですよね。古着見てるみたいな色ですよね。そうなんですよね。刺繍自体めちゃめちゃかっこよくできちゃいました。これはすごいいいですね。まあここ新宿ジャンキースペシャルさんですね、の2階のイベント会場で、ドラゴンっていう銘打ってイベントをやってると思うんですけども、このようなですね、もちろんさっき紹介したばっかりです竜があって、で辰年ということで、テーラー豊からも眼観竜っていうのがもう出てますので、そうですね実際ものを見ていただいて、すごい楽しみにしていただきたいんですよね。これはねヴィンテージも見れて、新作の試着もできてってなってると、それは楽しいですよ。スカジャン好きはたまらないと思います。行くしかないですね。ただあれですね、もう残りがそんなにこれ長くいつまでもやってるイベントではなくて、間もなく終わってしまうっていう、決められた期間でやってるものなので、あんまり時間がないということなので、これ見たらもう慌てて来た方がいいと思います。慌てすぎずに来た方が今日も怪我しないように。見逃すと絶対後悔しますよ。そうですよね。まだまだ始まったばっかりですから。そうなんです。辰年1年間続きますからね。しっかり私の方もバッチリかっこいいのをちゃんとリリースして皆さんに満足していただけるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。